暴れん坊将軍。飲んだいい気分だな。仕事先でガチになってやバーッと飲みやながらダッ。そう屋台で仕上げて出来上がりよ。うるせえな、黙って歩けよ。俺親方どうしたんです。飲んだ割の機嫌が悪いんじゃねえの。当たり前だ。年がら年中おめえたちみたいなまずい面入って酒飲んだってうまくもなんともありやしねえ。ああ、いい女と一杯飲みてえな。贅沢言ってるよ。おい、いい女いるぜ。あ、本当だ。怪我はないか。はい、ありがとうございます。私塚川の材木問屋木曽屋のせがれで佐太郎と申します。お武家様は？俺は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。また連中が戻ってくるといかん。店まで送ろう。六、偉いぞお前。普段は頼りねえやつだと思ったがよ、身投げしたのを助けるために川へ飛び込むあたりは立派なもんだ。本当よね。私ね、六ちゃん見直しちゃった。六、特別にお前に褒美やる。これ頭、ちょっとお前らいいんだよ。ちょっと頭、身投げ見つけたの俺なんですよ。飛び込めって言ったのは俺なんですけどね。足やるごめんくださいよね。足くださいね。おい、俺知ってるぞ。お前ら寄ってたかってお前ロコを川へ放り込んだろ。あれ頭見てたんですかい。バカ野郎、そんなの見なくたってここ座ってるだけでわかんだよ。そうよ、厄介なことはみんな六ちゃんに押し付けるんだから。お前じゃん。ありがとうございます。お前さん、やっと話してくれたよ。あの子福島屋の娘さんなんだってさ。福島屋って材木問屋の？うん。どうやら落ち着いたようだから、お前様にちょいと上がってきて訳を聞いてやっとくれよ。分かった。おいキュー、おめえな福島屋へすぐ行って知らせろ。うん。何してんだよ人の財布を。それってなあお父さん、お前さん惚れた男とそういうことができねえのを悲しんで死のうとしたのか。でその相手は一体誰なんだ。
お父さん、思い切って言ってごらん。うちの人はね、若い娘さんにはとりわけ優しいからきっと力になってくれるよ。おい、ようなこと言うなよおめえ。娘だろうがばあさんだろうが困ってる人を助けるのが俺の務めじゃないかよ。そんなこと分かってるよ。黙ってるじゃないか。おい、言ってみな。言っても無駄なんです。なぜだ。お父っつぁんが許してくれません。なあお父ちゃん、死んで花見が咲くものかって言うだろう。人間はな、どんなに辛くてもどんなに苦しくたって死んじまったら何もかもおしまいなんだぞ。辛さ苦しさを乗り越えて生きていくところに値打ちがあるんだ。本当だよ。うちの人の言う通りだよ。福島屋の旦那ならな、まんざら知らねえわけでもねえ。俺が口聞いてやっても構わねえよ。なあ、さあ、惚れてる相手は誰だ。言ってみな。木曽屋の佐太郎さんです。徳田様、ありがとうございました。父は体を壊しておりますが、どうか会ってやってくださいまし。そうか。では邪魔をするぞ。本当に何とお礼を申し上げてよいやら。この佐太郎にもしものことがありましたら、この店はもうおしまいでございました。で、襲ってきた連中に心当たりはないのか。福島屋です。福島屋の雇った奴らに違いございません。お父っつぁん、まさかそんなことが。いや、そうだ。福島屋はお前を痛めつけて私を黙らせようとしているんだ。嘘です。お父ちゃんがそんな真似をさせるはずがありません。お前はまだあの娘のことが諦めきれないのか。待ってくれ。一体どういうことだ。はい、これはどうも申し訳ございません。福島屋はうちと同じ材木問屋でたちの悪い商売敵でございます。この佐太郎はよりによってそこの娘に惚れてしまったんでございます。頭、福島屋の旦那を連れてきましたぜ。旦那、さあどうぞ。娘は、お豊はどこだい。2階です。お父っつぁん。バカめ、来い。待ってください。旦那、ここはね、あっしのうちなんですがね。いや別にね、恩を売るわけじゃないんですが、うちの連中が助けたお父ちゃんをそんな真似はしねえでもらいてんですがね。申し訳ない、つい勝ったなって。改めて礼を言います。旦那、お父ちゃんがなんで死のうとしたかあんたはお分かりなんですか。ああ、佐太郎のことだろう。お父ちゃんもだいぶ思い詰めているようだ。できればもう少し話を聞いてあげてもいいじゃねえですか。そうですよ。若い娘さんが死ぬほど惚れた相手ですもの。いや、頭に何と言われても木曽屋の息子だけはダメだ。あそこの店と私のところはご公儀御用達を争う不倶大天の敵なんだから。では越前殿、江戸市中の木材が異常な値上がりをしていると申されるのか。はあ、上様の祭りごとよろしきを得て江戸の町は日々発展をいたしております。ところがそれに見合う家の新築が思うに任せません。そういえば目安箱にもこの頃そのような投書が多くなったようじゃな。そればかりではございません。先頃の台風や大水で流された橋やご公儀の建物の修復までいたずらに費用がかさみ、思うに任せぬありさまでございます。なるほど。上様、越前殿の言われる通りならこれは何らかの手を打たねばなりませぬぞ。忠相、
江戸中の材木問屋は全て値上げをしておるのか？いえ、中には従来の値を懸命に守ろうとする感心な店もございますが。何という店だ？確か木曽屋と聞いております。木曽屋か。今一つ気がかりなのは、この値上がりに乗じて私腹を肥やしている者がご公儀の中にもいるという噂でございますが。それじゃ目安箱の訴えにもあったが、町民たちの苦しみをよそに己の利を図るとは言語道断。上様、何としても究明せねばなりませぬぞ。じいの申す通りだ。才蔵さぎり、忠相を助けて噂の真相を探ってくれ。一生の願いです。これを江戸橋の船着き場に。佐太郎に渡すのか？お父っつぁんがうちから出してくれないから。おとよ、どこにいる？おとよ、お願いします。やれやれ、恋を取り持つ文遣いか。若い頃思い出すな。佐太郎さん、よう出てこいや。佐太郎さん。お、新さん、どうしたんです？頭が来たのか。お父さんに何かあったのか？それじゃあ新さんは佐太郎さんと。ああ、親父がうるさいし浪人たちに狙われているんで、俺が手紙を預かってきた。足もですよ。この先の茶店でも行きますか？ああ。はいよ。はい。お待ちどうさま。なるほど。そういや近頃バカに材木が高いと思ったら、そんなことがあるんですか？うん。その値上げの張本人はどうも福島屋らしいのだ。そうですか。一方の木曽屋が値上げを防ごうとしてるんじゃ、両方の親が娘と息子を引き離そうとするわけですな、これは。しかし若い二人の気持ちはそんな思惑とは関わりあるまい。何とかしてやりたいな。新さん、嬉しいこと言ってくれますな。みんな頭の押し込みだ。うまいこと言ってる。おとよちゃんが身投げを？それで当分会えないと言ってきたんですね。そうだろう。四六時中家の者が見張ってるらしい。どうして私を残して死のうなんてしたんだ。誤ったことをするなとあれほど言っておいたのに。任させたんだろう。お豊さんを責めるのはよせ。それよりあんたに聞きたいことがある。行こう。そうか。木曽谷から美濃へかけての材木を福島屋が買い占めていたのか。ええ。残りは尾張藩御用で普通の店では手がつけられません。仕方なく福島屋の言い値で買わされているんです。あんたの店はなぜ値上げをしないで済んでいるんだ。店にある買い置きと昔からの付き合いで安く仕入れていますが、それも難しくなりました。目の前にお金を積まれれば誰でも気持ちが動きますから。そうだろうな。でも父も不思議がっていましたが、あれだけの買い占めをするには膨大な資金があります。福島屋はどうやってそんな大金を作り出したんでしょうか。お砂糖お願い。お水を一杯持ってきてちょうだい。いけません。お嬢様のそばを離れないように旦那様に言いつけられてますから。だって喉が焼けつくようなんですもの。大丈夫、どこにも行かないわ。いいえ、ダメです。そういいわ。お里が私をいじめたってお父っつぁんに言いつけてやるから。どうぞ。私は
旦那様のお指図に従ってるだけですから。困りましたね。いいですか、ここ動いちゃいけませんよ。お父ちゃん。佐太郎さん。見つかるといけない。行こう。さあ、聞かせてくれ。なぜ一人で死のうなんて思ったんだ。言ってくれ、お父ちゃん。ごめんなさい。お父っつぁんに叱られて佐太郎さんにも会えなくなったでしょ。あなたがもう私のことを忘れてるような気がして、ぼんやり川を見ていたら死んだおっかさんの顔が浮かんできたの。それで。何を言うんだ。お父ちゃんを忘れるなんて、そんなことがあるもんか。本当？本当ね。ああ、本当だ。いいかい、死ぬ気になれば何だってできる。もう二度とバカな真似はしないって約束するんだ。お父ちゃん。そうだ、近頃店に浪人やならず者は出入りしていないかい？いいえ、私は気がつかないけど、なぜ？実は昨日襲われたんだ。佐太郎さんが？ああ、め組にいる徳田新之助というお武家様に助けられたんだ。まさかいくらなんでもお父っつぁんがそんなことを。私もそう思う。じゃああの連中は誰に頼まれたんだろう。怖いわ、私。佐太郎さん、どうすればいいの？大丈夫だよ。おとよ、なぜ親の言うことを聞かないんだ。やめてください。悪かったのは私なんですから。当たり前だ。来い。待ってください。女にラボすんのやめてください。うるさい泥棒猫め。泥棒猫？親の目を盗んで娘を誘い出すようなやつは泥棒猫だ。帰れ。私はきっとお父ちゃんを幸せに。そんな。やめて、お父っつぁん。帰れ。帰らぬ人を店のものは全て叩き出すぞ。そうか、浪人たちに私を襲わせたのはやっぱりあんただな。なんだと？お父さんが言う通りだ。私を動けなくして木曽屋を潰すつもりなんだ。何を寝言言ってるんだ。帰れ。帰らないか。お手よ。ご苦労だ。そうか、江戸中の材木をほとんど抑えたと申すのか。はい、だいぶ手数がかかりましたが、私どもの言いなりの値で取引しております。福島屋さん、木曽屋はどうなってるんだね。あの店へ行けば安い材木が買えるという評判を聞いたがね。なに、たった一軒だけだし、それにそう長くは続くまい。それでは困るんだ。木曽屋は江戸城出入りの老舗だし、みんながあの店と比べて悪い噂を立てるからね。備前屋、何か良い策があるのか。はい、私の家で飼ってる浪人たちにつけて息子の佐太郎を
足腰の立たぬほど痛めつけてやるつもりでございましたが。息子か。あそこは主人が病気で他の兄弟はまだ幼く、佐太郎がいなければ商売はできますまい。そうか、備前屋さんがやらせたのか。いくらなんだってそこまでやることは。福島屋さん、世の中はね、食うか食われるかですよ。それで守備はどうであった？徳田新之助とかいう浪人者に邪魔をされましたが、近々叩きのめしてやります。場合によっては息の根を止めてしまえばよかろう。かしこまりました。ねえねえ、福島屋さんが出てきた座敷、他に誰がいるの？お作事奉行の神代様と筆差しの備前屋さんですよ。あ、そう、どうも。作事奉行と札差し。するとそろそろ材木を公儀で買えと申すのか？はい。この辺りが潮時で、私どもも福島屋に貸した金を引き上げませんことには。よかろう。早速御前に申し上げるからしばらく待っておれ。よろしくお願いいたします。で、福島屋はどうする？あの店にはご公儀御用達の餌をやれば十分でございましょう。木曽路美濃路と飛び回り散々働いた上、江戸町民の憎しみを一身に浴びた報いがそれだけか。備前屋、お前もひどい男だの。生き馬の目を抜くのが商いというもの。それくらいいたしませんと、とても金は残りません。しかし獲物の独り占めはいかんぞ。それはもうお奉行様や御前様には儲けをたっぷりお分けいたします。はい、待っているぞ。はいはい。やや福島屋、水を開けるの。私の仕事を投げ取ってるのかい。水を開けるんや。お前さん方何やってるか分かってんのか？これじゃまるっきり一気と同じじゃねえかよ。こんなこと知ったら一人残らず役人に連れてかれるぞ。お前たちの不満はよく分かるよ。俺が福島屋さんと掛け合ってくる。ひとまずここから行ってくれ。頭いいから早く行ってもらえ。分かりました。さあみんな行ってくれ。何なりますか？頭、すまなかった。おかげで助かったよ。いや、礼なんかはいいんだ。旦那、一体いつまで材木を買い占め続けるつもりなんです？頭までそんなこと。あたしゃ買い占めなんざするもんか。材木が高いのは元値が上がってるからだよ。そんなおためごかしはたくさんですな。旦那が作事奉行や札差しと組んでるのは承知の上なんですね。何？頭がどうしてそれを？旦那、世間を甘く見ちゃいけませんよ。どんなに隠してるつもりでも知ってるやつは知ってるんですよ。そうかい。それじゃ仕方ねえ。しかしね、頭、私は男が勝負をかけて仕事をするときは少しぐらい周りの人間泣かせたって仕方ないと思うよ。それはうまくいきゃ結構だが、旦那は利用されてるだけなんですよ。何言ってるんだい、バカ昔。旦那、嘘じゃねえ。奴らはね、旦那を瞳ごっこにした上で儲けだけごっそりいただこうって寸法なんだよ。悪いことやね、確かめてみるんだな。まさかそんなことは。旦那、商いに打ち込むのはそれは結構だ。だがね、罪もねえ町の人たちをどこまで苦しめりゃいいんです。お父さんだってそうだ。若い娘が死のうなんて考えたのはよほどのことなんだ。足のいてのはこれだけです。旦那は
悪い奴らに利用されてるだけなんだ。よく考えておくんなさい。旦那様、旦那様、大変です。お嬢様が何？私が目を離した隙にどこかへ。どういたしましょう、旦那様。ほっとけ。佐太郎は留守だぞ。あなたは徳田新之助様ですか？そうだ。あんたはお豊さんだな。はい。佐太郎さんを助けてくださってありがとうございます。何？それよりよく店を出られたな。町の人たちが押しかけて騒いでる隙に、私もう家には帰らないつもりです。しかしここにいるのは主人の徳兵衛だけだ。よし、俺と一緒にめぐみへ行こう。めぐみへ？そうだ。佐太郎が戻ってきたら俺が知らせてやろう。そうか、福島屋は一代であれだけの店を作ったのか。ええ、お父っつぁんは稲のいかだ乗りの息子で、子供の頃に江戸の材木問屋に奉公して散々苦労したそうです。それだけに店を大きくするのが生きがいなんだな。そうなんです。何とかして江戸城に出入りのできる商人になりたい、それがお父っつぁんの夢なんです。しかしそれならばかえって木曽屋との縁組みは好都合ではないのか。ええ、佐太郎さんには兄弟もいますし、初めのうちはお父っつぁんも喜んでいたんですが、今度の買い占めでおかしくなってきたのか。何かにつけて木曽屋さんといがみ合い、とうとうこんなことに。私には分かりません。お父っつぁんにとって商いというものは世間から憎まれ、家族を幸せにしても平気なほど大切なものなのでしょうか。でっちから身を起こした男の生きがいが店を大きくすることというのはわかるが、まあ気を落とすな。福島屋もそのうち目が覚めるだろうな。まったく福島屋というのもかわいそうな男でございますな。つまりその男は全くの骨折り損だったというわけだな。はい。まあご公儀御用達になるのが夢というのですから、それだけ叶えてやりますね。いや、それはどうもうまくいかんのだ。御用達の商人はできるだけ増やさんようにとそば用人の加納殿や大岡一連らが検索しよってな、福島屋を押し込めることはできなかった。それは困りましたな。いえ、構いません。福島屋には儲けの残りの500両も渡せば済みますから。御用達は次の餌に。お前は恐ろしい男だ。福島屋さん、戸田の御殿にご挨拶しなさい。私は手を引かしてもらいます。何を申すか福島屋。まあそれは勝手だがね、私に借りた金はどうするつもりで。金はきっと返してやる。その上で何をしようと私の勝手だろう。待ちなさい福島屋さん。材木買い占めの張本人はあんただよ。
夜泣きを起こすと自分自身で首を絞めることになるんだ。どうする備前屋。このままでは面倒なことになるぞ。まあ始末をするほかはありますまいな。待て。下手に手を下して我らに累が及ぼうそれはあるまいな。まあご安心くださいまし。これから私の手のものを使って一騒動起こさせます。福島屋は材木の買い占めで世間の非難を一身に浴びて首をくくった。そうなれば文句はありますまい。何の用だ。店の様子を見に来たのか。あんたのおかげで売る材木も底をついたよ。さぞいい気分だろう。帰ってくれ。あんたの顔を見てると胸が悪くなる。帰れ。お豊が来てるだろう。連れてきておくれ。お豊、あんな娘が来たら叩き返してやる。佐太郎、来なさい。佐太郎さん。お豊、頼む。裏口にこんな手紙が。使いのもの見当たりませんでした。触っていい。ご苦労さん。お豊を頼むと福島屋が言ったのか。ええ、いつもとまるで様子が違うんです。どうも気になって。お豊はめぐみにとにかく行ってみよう。新さん、あら、新さん、佐太郎さん、お父さんに会わなかった？なんだと？佐太郎さんが待ってるからって塚が来て出てったんだけど。そんなはずはない。佐太郎はお豊がここにいると今初めて知ったんだ。それじゃ偽物だったんだわ。ちょっとどうしよう、新さん。行こう。ここの辺りを探すんだ。お豊さんが下屋の備前屋の寮に。よし、佐太郎はここで待て。行くぞ。一つ消えれば一つ生まれる。この世は悲しみばかりでも雨が上がれば虹もかかるさ。恋にも巡り合う。さあ出かけよう。あの山越えて果てない道を微笑み浮かべて。風に揺れてる草花に愛しさを知るだろう。お豊、当たった。なあ、福島屋が来ましたぜ。離せ。娘をどうするつもりだ。騒ぐんじゃないよ、福島屋さん。あんたは材木の買い占めに失敗して
大川端で首を吊るんだ。なんだと？娘は父親の後を追って皆毛と行こうか。いや、木曽屋の息子と心中した方が良いのではないかな。なるほど。お奉行様なかなかうまいことをおっしゃる。鬼め！私はいい。娘を殺させるものか。今度は娘だ。心中らしく胸を一突きにしておくれ。徳田新之助だな。構わん、切ってしまえ。福島屋、気を確かに持て。頼みます。私を見せ。木曽屋さんと佐太郎に会いたい。お父ちゃん、しっかりして。お父ちゃん、しっかりして。木曽屋さんと佐太郎さんよ。木曽屋さん、長い間すまなかった。頼む。佐太郎さんをお豊の向こうに、この店を。福島屋さん、私がバカだった。店を大きくすることばかり考えて、私は人の心をなくしていた。娘に佐太郎さんに、いや、江戸の人たちに大変な迷惑をかけてしまった。福島屋さん、備前屋一味の悪事の証拠は文箱の中に。徳田様、どうか目安箱に。分かった。必ず届けてやるぞ。お豊、お父ちゃん。佐太郎さん、お豊頼む。お豊、佐太郎さんに可愛がってもらうんだよ。二人幸せ。お父ちゃん。何？福島屋を助けに来た者がいたというのか？はい。火消しめぐみの居候、徳田新之助という者にございます。まずいぞ、それは。もし福島屋が我らの企みを漏らせば、ここを意図て黙ってはおるまい。いえ、そのご心配には及びません。福島屋は間違いなく深手を負っておりましたし、今頃はもう事切れておりましょう。それにしても念のためだ。神よ、直ちに腹心の役人どもを福島屋に送り、正面その他を抑えてはどうだ。かしこまりました。早速手配をいたしましょう。私もお手伝いいたしましょう。貴様、もう手遅れだぞ。神吉主膳、何奴だ。俺は天下の不来坊、徳田新之助だ。御前、この男でございます。福島屋を助けようとしたのは。許しもなく屋敷へ押し入るとは不届きな奴め。そこは動くな。丹後、小金の欲に我を忘れ、主の顔まで忘れたか。なんと申す。これは上様。若年寄、戸田丹後守、作事奉行神吉主膳、その方ら札差備前屋とともに
材木の買い占め値上げを図って江戸町民を苦しめ修復をごやさんとしたばかりだ。一味を逃れた福島や宗右衛門を虐殺するとは何事。天下万民のために成敗いたす。一同やれやれかわる切りして戸田丹後の神神尾主膳は病死と届けられ、備前屋の一味は捕らえられて獄門となった。江戸中の材木は値下がりし、人々は安心して新しい町づくりに打ち込んだ。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。そんなこといいんだよ。それじゃあ佐太郎さんが店の方面倒見てんのかい。はい。父の体の具合が良くなりまして、向こうはもう安心ですから。それじゃあ旦那の門があげたら祝言だな。その折はぜひ頭にお仲人を。俺が仲人かかまねかまね、喜んでやらせてもらうぞ。お願いします。それからあれ以来徳田様にお会いしていないのですが。新さんかまあ安心しな。新さんのことだからお前さん方の幸せな姿をきっとどっかで見ていなさるよ。そのうちひょっくり顔出すさなおいその頃吉宗は江戸の新しい町づくりに思いを馳せていた。そしてまたその町の片隅の小さな幸せにも気遣いを忘れぬ吉宗であった。男の俺が選んだ道がたとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。すごい。誰かが驚いた拍子に落としたんだ。いただき。お嬢さんはあの時柳の木の下で幽霊やってたんだろ。殺しのあった時？そうだ。あの時何か見なかった？
小判が足りないというのは何度数えても1枚足りないのです。まさかあの時の小判。そんな難しい顔してないで小判でも投げたら。その小判をよこせ。元気出しない。済んだことくよくよしちゃって始まるよしねえじゃねえか。暴れん坊将軍小判を拾った幽霊娘、どうぞお楽しみに。